はい、始まりました。今日は大人気シリーズです。ゴルガリ編になります。前のおすすめの10選ではちょっと微妙だったかもしれないゴルガリ編。そんなことないですけど大丈夫ですか？大丈夫じゃないですかね。我々があまり得意ではない色という。僕もあんま得意じゃなくて、はい、ティームさんもあんまり得意じゃないということで、はい、頑張って紹介していきたいんですけども、はい、今日はこれからゴルガリの逃走者を始めようと思っている人におすすめの逃走者4選になります。なんか今回も4選させていただきました。4体選ばさせていただきました。別に5とかにしてもいいんですよ。まあ、あんま知らないということで4つで紹介させていただくんですが、はい、まず1体目なんですが、まずゴルガリではこれは外せないと。これもちょっと一応紹介しておかないと怒られちゃううん、まずエルフの刃ラスリルになります。はい、こいつは全ての逃走者の中で結構上の方の人気になります。はい、はい、だいぶ人気なんで能力説明しますと、4マナゴルガリの23100で、こいつがプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、その点数に等しい数の緑の11のエルフ戦士クリーチャートークンを生成する。はい、でタップでアンタップ状態のエルフ10体をタップすると、ってことはこいつ以外で10体をタップするということです。でそれで全ての対戦相手は10点ライフを失い、あなたは10点のライフを得る。10点まで詰めれば、はい、10点ライフを失わせて勝てることができると。10体以上いればね。なるほど、まあどんな感じになるかって言いますと、例えばティタニアのソウルとか、マナは出るようになるじゃないですか。エルフなんでね。エルフなんで、はい、でマナ増やして、あとはドローする手段みたいなのも必要だと思うんですけども、はい、僕のおすすめのドローの手段としてましては悪戦苦闘っていう呪文があるんですが、はい、悪戦苦闘有名な一部の界隈で、はい、並んでた状態でエルフが、例えば殴りに行くじゃないですか、6体ぐらい並んでる状態だと仮定するじゃないですか、そうすると2体は殴りに行けるじゃないですか、で悪戦苦闘を打つと威迫なんですよ、まずで2体で殴りに行ってダメージ通ったら6ドローですよね、でダメージ取ったら2ハンデスなんで、悪くないんじゃないかなと思ってるんですけど一応それを行うためのマナーは供給されてますからはい、かなり面白そうですよね。はい、そんなんで戦っていきまして、最終的にどんなんでフィニッシュしていくかって言いますと、エズーリっていうカードがあるんですが、エズーリみたいなカードで、起動で5マナで踏み荒らしできますんで、マナがいっぱい出れば、何回も踏み荒らしを上から乗せてって、いっぱいパンプして倒せるみたいな形になりますんで、普通に皇帝のビヒモス出して練習してもいいですからね。そんな感じでフィニッシュはしていきます。でここからは想像していただきたいんですけども、エルフっすよ。エルフはほら熱烈なファンがいますから、エルフなんか強化されないわけないじゃないですか。人間と同じようなもんですね、そういう意味では。確かに、ラスリルが結構人気なんで、ラスリルに向けてカードを吸ってくるみたいな動きも、これラスリル専用カードじゃんみたいなの結構ありえると思うんですよ。ありえるとは思う。ありえますよね結構強化される未来はかなり明るいんで、おすすめになります。で次行きたいと思います。次は魂浸しダイナなんですけども、一応まず能力先に説明させていただきますね。2マナの13のクリーチャーでして、ライフを得るたび各対戦相手はそれぞれ1点のライフを失う、単純な能力です。で1マナでこれ以外のクリーチャーを1体生贄に捧げると、こいつのパワーが生贄に捧げられたクリーチャーのパワー分上がるという能力なんですが、まずミドクロって結構コンボで勝っていくようなデッキが多いんじゃないかっていうことです。結構コンボで勝つルートっていうのがありえますんで、押し続けるようなデッキが可能性としてあるので、その中でもこいつがおすすめだっていう理由が一つありまして、こいつ自身がコンボのパーツの一部になってると、しかも2マナだという、なのでコンボをやってみたい人はかなりおすすめなんですが、そのコンボ何があるかって言いますと、例えばハルクですよね、変幻の男を
どうにかして持ってきた状態で、こいつ自身が1まで探ることができますんで、もうそこでハルクのコンボが決まると。であとは極上の血がもう1枚コンボだと、それ自体が。であと例えばゴルガリなんで、ウィザーブルームのコンボを入れてもいいじゃないですか。っていうことになりますんで、ここから想像していただきたいんですが、コンボを通すにはどうしたらいいのかっていうのを考えるっていうのが、意外とちょっとこのデッキの楽しみかなという形になってくると思うんですが、例えばどんな方法でコンボを通しますか？当然ミドクロなんでね、カウンターとかはできないんですよ。できないですよね。だからどうやってカウンターの網とか、状況の網とかかいくぐるかっていう話になるんですけど、実は例えば夏の帳とかね、夏の帳とかね、打ち消打ち消しを弾いてみたりとか、あとは緑のカードを打ち消せなくなるっていうのはアロサウルスガイとかいるじゃないですか。言いますよね。そういうのを使って投資にかかるとかね。で緑の呪文打ち消されないんだったら、例えば異界の進化とか打って、銅山とか持ってきて、カウンターできないようにして、そこから黒系の呪文のコンボを決めるっていうことは一応できるので、なるほど。いろんな工夫はできるというふうには思います。コンボをいかに通すかっていうのを試すのはこのデッキとしてはおすすめなんじゃないかっていう形になります。次の闘争者いきます。次はヤーグルとムルタニ。ロマンあふれるロマンしかない。ロマンしかない。むしろ逆に僕たちの動画で1回やってるんですが、そっちをぜひ見てほしいんですけど、能力一応説明させていただきます。ゴルガリ6マナ、186。お前のことは娘からよく聞いておるって書いてあります。どういう能力でしょうね。どういう能力なんでしょうね。バニラです。この言うまでもなく18というパワーが能力です。そうですね。どんなカードが入るかって言いますと、圧倒的にパワー3章。パワー3章しろとしか入ってないからね、このカードは。リシュカーの講義とか打ちまして、そこからなんか野生型の機関とかめくれちゃったら、何枚ドローできるんだみたいな。だから使い切れねえっていう。あとパワー3章で言うとガルタとかね出しちゃったりとか、グレート返事すぐ置けちゃったりとかね、フリースペルですから。フリースペルなんで、そういうカードで例えば圧倒する暴走みたいなカードでフィニッシュできますんで、詳しくは概要欄貼っときますんで、ヤウルとムルタニに見てほしいんです。ここからは想像してほしいんですが、パワー3章のカードなんて増えてくんですよ。増えてくわけじゃないですか。そうですね。例えば最近収録されましたドクロ法師の結節戦みたいな、相性抜群だと。相性抜群だ。これも2マナで出てくるっていうみたいな、もうパワー3章増えてきますんで、楽しみにやれるんじゃないかなと。そして史上最強のパワーを持っているし、これからこいつを超えてくることもそうそうなさそうなんで、あんまなさそうですよね。パワー3章カードを最も強く使えるカードということで、いいですよね。じゃあ次のカードいきましょう。次の逃走者は歩く墓場ドクロイバラになります。僕は初めて知りました。そうですか。結構ゴルガリでは代表的なエボイらしいですよね。もうご紹介していただいたんですが、だいぶ興味をそそられました。だからおすすめです。まず能力説明しますと2マナです。こいつはなんと2マナでして、速攻を持ってます。11です。でこいつは戦闘ダメージを与えるたび、それの上に11カウンターを1個置きます。ということで、殴ってダメージを与えたら11カウンター乗る、ということで、そっからが重要なんですが、こいつに置かれているカウンターは手札やライブラリー以外のいずれかの領域に移動しても残ります。バウンスされたら終わる？もしかして。バウンスされたらまずいです。バウンスされるまではまずいです。ただ墓地か逃走者領域に行く分には、カウンターは残り続けるんで、やばいですよね。どんどん大きくなっていけばですよね。そうですね。例えばどんなカードが入るかって言います。ハイドラの成長みたいなエンチャントクリーチャーのオーラで、カウンターがどんどん倍々になっていくっていうエンチャントあるじゃないですか。リミテッドカードみたいな、やつを貼ってどんどん大きくしてもいいですし、例えばオーゾリス、緑の方のオーゾリスですかね。そうですね。鱗みたいな鱗ももちろん入るでしょうし、そうですね。こいつは自身でカウンター乗っけられますからね。そうですね。
例えば1枚ちょっと紹介したいんですが、ヌメル化け賢者というカードがありまして、4マナのクリーチャーでして瞬速で呪言を持ってると、でこいつが場に出た時クリーチャー1体対象としてそれの上に呪言カウンターを置く、なんだってと、なんとドクロイバラから取り除かれないカウンターは種類を問わないというね。なるほどまあその後あなたがコントロールして望む数のクリーチャーの上から望む数のカウンターをそのクリーチャーの上に動かすこともできると。そうですね。だから他のやつの上に乗ってるカウンターを動かしてやってもいいと。なるほどなるほど。例えばカウンター戦術を取っていくわけじゃないですか、どうやって勝つかっていうフィニッシュ手段の話を一応しておきますと、殴った勝ちますそれ以外の選択肢はありません。それ以外の選択肢はありません、はい、でここからは想像していただきたいんですが、はい、例えばリアになんかしちゃったりとか簡単にできますよね。簡単にできますね。この色のいいところですね、はい、2コスなんで2コスですよ。マナコストに制限があるリアニの呪文って軽いんですよね。めちゃくちゃ軽いんですよ、はい、っていう手段でこいつを維持してもいいし、あとは弾く呪文ですよね。緑のね。とにかくバウンスされたら困るということが発覚したんで、はい、緑の弾く呪文も入れられますからね。そうですね、はい、緑黒なんで相手の盤面を除去してって逆にこいつすぐ戻ってくるから自分で全除去打っちゃっていいという、なるほどだいぶ戦いやすそう、なんか楽しそうなんですよねこいつ僕がちょっとやりたいなと思ってるっていう思い始めてるんで、なるほど、かなりおすすめになってます。楽しそうなんで、はい、やってみてくださいという形になります。まあ以上でゴルガリ4体ご紹介させていただいたんですけども、はい、いかがだったでしょうかね。まあ、我々あまり得意な色ではないんで、はい、あれなんですけど、10戦よりは、はい、いい出来なんじゃないかと思っております、はい、よかったらこのゴルガリのおすすめの投稿者ありましたらコメントいただけたら嬉しいです。あとチャンネル登録していただけると嬉しいんでお願いしますお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。